皆さん、こんにちは。今日もユニバースの時間になりました。毎週土曜日、本当は、科学技術館の方でやっているライブショーなんですけれども、このコロナ禍ということで、昨年からオンラインで、毎週やっています。で、というユニバースになります。で、そうですね、ちょっとスライド出せますかね。はい、ということで、通常は、出ますか。一応念のため出しますとですね、科学技術館の方で、通常だとですね、毎週土曜日に、ドーム型のシアターでやっていて、コンピューターシミュレーションを使ったライブショーを、通常やってるんですけれども、今こんな感じでですね、ありがとうございます。ということで、今はですね、オンラインで、開催していまして、今日は私、千葉大学にいるんですけれども、千葉大学から中継でお伝えをしております。で、せっかく大学から中継するということで、実験の実演をしながらライブショーを進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということでですね、今日の実験に行く前に、これまで何をやったかというのをちょっと、お見せしようかなと思うんですけれども、ちょっと復習のようなことをしようかなと思いますけれども、最初私これまで3回担当しているんですけれども、最初担当したときは、光の実験をやりました。プリズムとか、解説講師とか、そんな感じのものを使ってですね、蛍光ペン光らせるとか、ドリンクとか下敷きで、白色の、スペクトルがどういうふうに変わるかとかですね、そんな感じの、実験を行いました。で、そうですね。で、その時は、そうですね、プリズムとか解説講師を使ってですね、こんな感じでレーザーに直接、レーザーを使って蛍光ペンに光を当てて、そのスペクトルを見るとかですね、そんな感じのことをやりました。で、それが第10回です。興味があったら見てください。7月にありました。で、2回目やった時は、今度は表面張力のお話をちょっとしていました。レーザーを使って表面張力を実は測ることができます。それを使ってですね、なんか小の船にして浮かべて動いているものを見るとどんな感じになるかですとかですね、そんな感じのことをやりました。第18回になります。で、前回は12月にやりました。で、その時、前回やった時も、やっぱし光の実験をやりました。第1回と同じようにですね、一眼のカメラを使って解説講師で光を分光するっていう感じの実験をやりました。で、前回やった時はいろんな光源のスペクトルをまずは見てみようということで、蛍光灯とかですね、あと白色 LED とかネオンランプとかそんな感じの、光源がどんな感じのスペクトルで見えるのかなっていうのを、最初にお見せしました。で、その後、蛍光レーザーを当てて、なんか光を当てると発光するようなものがあります。そういう蛍光のスペクトルを見たりですね、あとはエタノールとかですね、水とか一見透明に見えるものでも強いレーザーの光を当てると、実はその当てた光とは違う色の光が出る。ラマン散乱って言いますが、そういうものが見えるような、そんな感じの実験の実演もやっていました。で、今日は何をするかなんですけれども、ちょっと炎色反応の実験を、せっかくスペクトルで分光器作ってみたので、炎色反応の実験をやってみようかなと思います。高校なんかで、ちょっと、炎色反応って勉強した方、理系だったらいるかもしれません。リチウムだと赤とかですね、ナトリウムだと黄色とか、カリウムだと赤紫とかですね、いろんな感じのことを覚えて大学受験に使ったりとか、そんな感じの方いるかもしれません。高校生以下だと、高校とかに入ってですね、科学の授業を取るとこんな感じのことをやりますけれども、そうなんです。ガスバーナーとか、ガスコンロでもですね、なんか食塩水をこぼしたとかですね、銅のものがちょっと入ったりしたとき、銅線が入ったりすると、緑に見えたり、黄色になったり、ちょっと普通の、ガスの色とは違う色の光が見えたりすることがあります。そういうのが、炎色反応というふうに呼ばれています。で、ここではいろんな元素が書かれていますけれども、世の中物質はいろんな元素でできています。で、ここは今周期表というふうな形で昔の人がまとめたものがあります。
で、さっき出てよく高校の教科書なんかだと左端のこの辺の元素と何色とかですね、この辺の元素と何色みたいなことを出てくるようなことがあります。で、せっかくなんで、これちょっと実演をしてみようということで、用意しました。ここですね。ここにちょっとお皿を用意しまして、ちょっと火をつけます。火がつきました。で、ここに食塩水をかけるとどうなるかっていうのが、炎色反応の、実験なわけです。食塩水、黄色くなりますね。食塩水をちょっとアルコールに溶かして、スプレーでかけてますけども、こんな感じでですね、黄色くなります。で、他のリチウムとかだとね、リチウムイオン電池で有名なリチウムですね。赤いですね。いっぱいいくつかあるのでね、セシウム、ちょっと紫っぽいのが見えてますね。カルシウム、私たちの骨とかそんな感じで出てくるカルシウムだとオレンジとかですね、あとストロンチウムとかだとですね、赤いですよね。教科書的にはこれ紅とか書いてましたね。あとバリウムとかもありますね。黄色っぽく見えますね。教科書だとね、黄緑ってなってるんですけど、僕にはこれ黄緑に見えない。あと、ここ銅、銅とかでもこんな感じで色が、おっと消えちゃいました。銅とかだと、はい。こんな感じで見えるというような感じです。で、こうやって、よく演示実験とスプレーで出すような実験よくされているのを見たことがあるかもしれませんが、なかなかスペクトルを見るってことはなかなかないと思います。ということで、スペクトルの実験をできるようにですね、今回、用意してみました。こんな感じですね。前回と大体一緒の、分光器をちょっと作ってみました。右端にここで炎を作ってやって、でレンズで集光してあげてですね、で解説光子で光を分けてあげて、でカメラで撮るっていう、そんな感じの、装置です。こんな感じの装置を作ったのがですね、今こちらにあります。こっちにありますね。おっと、ここにちょっと段ボールかけてますけど、あります。こんな感じで、レンズがここに見えてます。で、向こうの方にガスバーナーがここであります。で、ここで火をつけようっていう、そういうことです。そういう魂胆になります。まずは火をつけましょう。火をつけます。火をつけます。これ普通の、炎ですよね。酸素があまり入ってない。スペクトルで見てあげるとこんな感じ。赤い色と緑の色と青い光出てますよね。だいたいちょっと赤っぽい炎になっているので、割と赤色の光がたくさん見えてます。で、ここに酸素をたくさん入れていくとですね、その色の炎の色がだいぶ減ってきました。こんな感じで、で今火がついています。で、ここに、今からいろんなものを、さっきのいろんな元素の溶液をですね、ちょっと用意していました。で、どうやって今日はやるかっていうと、実験書なんかだと、なんかプラチナ線とか書いてあるんですけど、そういうものは使わずにもっとシンプルにということで、食塩水をここに用意しまして、綿棒です。綿棒をここに入れます。で、ここにつけます。黄色くなります。で、ここで見るとですね、右側に今出ているのは、これが、スペクトルです。黄色くなってるんですが、ただの黄色じゃなくて、ここで1本線が見えているのが分かるかと思います。これ、ナトリウムの、スペクトルです。D 線と呼ばれているスペクトルなんですけれども、こんな感じで、原子の出す、こういう金属の原色反応で出るスペクトルというのは結構線になっているスペクトルが多いというのが特徴です。で、これナトリウムですね。で、次、
さっき出てきたいろんなものをもう一回やってみましょう。リチウム。リチウムだとこれです。見づらいかな。赤いですね。で、左端に赤い線が見えてるかと思います。リチウムの赤はもうやっぱり左端にこんな感じで線のスペクトラが見えています。で、右ちょっとさっきナトリウムの場所に見えているのはナトリウムがちょっと不純物で混ざってこう見えています。結構ナトリウムいろんなところにあるので、ナトリウムがちょっと不純物でいろいろ入ってくるのはちょっと免れないというふうになります。で、といったところで、いろんな元素あります。あるので見ていこうと思いますが、まず最初にこのラインですね、今、リチウムとナトリウム、ここで見ました。で、カリウム、ルビジウム、セシウム、ちょっと用意していましたので、見てみましょう。カリウム、次、カリウムなんですけれども、カリウムって、こんな感じ。いや、あんまし炎色反応自体はなんか青紫とか書いてるんですけど、いや、ほとんど可視光、目で見える光では見えません。これ実は赤外線の方でに行くと、すごい強い光が出てたりするんですけれども、そんなに、見えません。で、ルビジウムですね。ルビジウム。ルビジウムだとどうなるか。ルビジウム。これです。いいぐらいかな。右端に紫色の線が見えているの分からないかな。分かりませんでしょうか。右端にちょっとちょっと青い紫色の線が見えているかと思いますけれども、それがルビジウムの、スペクトルです。で、最後に、セシウム。いってみましょう。ナトリウムとかだと、私たちよく使っている食塩水なわけですが、リチウムだとリチウムイオン電池がありますね。で、カリウムとかも、結構体の中で役立っていますが、ルビジウムとかセシウムだと、そんなにいろいろよく聞く話はないかもしれませんが、原子時計とかでよく使われるものかと、使われてたりしますね。時間の標準ってセシウムで決まってたりします。で、セシウムだとこれです。はい、やっぱし青い線が、さっきルビジウムとは違うところに、セシウム、見えてますね。はい、こんな感じですね。左の、オレンジ色はこれナトリウムです。こんな感じで見えているということになります。で、そんな感じでですね、こう炎色反応って、いろいろ、元素ごとに違うものができます。で、これどうしてこんな感じで出るのかっていうふうによく原理を、あとそう、今の、炎色反応、ちょっと写真で撮るとこんな感じですね。ナトリウムだとオレンジ色に見えました。リチウムだと赤に見えました。で、これ今この写真だとですね、下に、波長と書いていて、600とか500とか書いてありますが、光って波なので、その波の、長さがあります。で、その長さをこう示していてですね、リチウムだとこう670くらいの長い波長で、ナトリウムだと589ナノメートルとかでオレンジ色ですね。あとカリウムだとこれ見えてません。ほぼ見えてません。で、ルビジウムだと400ナノメートル台にこう紫色に見えていて、セシウムだと青く見えてました。で、これどうして起きているのかというのでよく説明される図なんかだとですね、原子って原子核が真ん中にあって、で周りに電子が回っています。で、電子が回っていて、でこうやって炎で温めると、この電子が外にこう出ていこうとするようなことがありますけれども、そうは言っても、完全に外に行かずに引き戻されたりします。で、そういう時に光を出すのがさっきの炎色反応として見えているものです。で、電子ってこう特定のエネルギー決まっているので、原子ごとに決まっているので、元素によって、スペクトルが違っているという、そんな感じになっています。で、ところがですね、ここで今、左端のところだと原子が光っているという感じの話をしたんですけれども、実はその他のところ、周期表の他の元素も炎色反応が起きます。
で、そういうものに関しては、こうやって入れるとですね、いろんな色を出すんですけれども、必ずしも原子が光っているとは限りません。分子として光るようなものもあります。で、今日ここでカルシウム、ストロンチウム、バリウム、銅をちょっと用意してみたんですけれども、塩化カルシウムとかですね、水酸化カルシウムとか、塩化ストロンチウムとか、そんな感じでですね、分子として光る場合が結構あります。で、分子として光ると、何が違うかというと、原子の場合にはこうくるくる回してもどっち向いても原子って変わりません。基本的に形変わらないんですけれども、分子の場合にはこれ2個分子くっついてるとこの長さって場合によっては違います。なのでこれ振動するようなこともあります。で、それだけじゃなくて、これくるくる回転するような場合もあるわけ。原子だとどっち向いても同じ原子なんですけど、分子だと向きによって違います。で、そういうもので振動とか回転の影響で、スペクトルが違ったものになることがあります。ということで、実際に、今から、見てみようと思います。で、まずはカルシウムいってみましょうか。カルシウム、私たちよく健康食品じゃないですけど、食べてるかもしれない。カルシウムよく取りましょうというカルシウムですね。カルシウムいきます。オレンジ色ですね。オレンジ色なんですが、こう見てみるとですね、緑の光とオレンジの光が、赤い光がこう出ているのが、わかります。はい、これがカルシウムの炎色反応のスペクトルということになります。これ確か、水酸化カルシウムかなんか出ているような、そういう色になります。で、ストロンチウムというものも、あって、ストロンチウムだとどうなるか。ストロンチウム、さっき赤く、光ってたんですけど、ストロンチウム、これ赤く光ってますね。で、赤く光ってるだけじゃなくて、こうよくよく見ると、まだこう何本も線が見えます。これ、塩化ストロンチウムがくるくる、回転、振動していたりするので、それがこんな感じで何本も線に見えます。あと、明るい線と左方の方の線では、分子も違ってて、塩化ストロンチウムと、水酸化ストロンチウムが違ったりするみたいです。あと、バリウムなんかも見てみましょうかね。バリウム。色が、違う色が出ていますが、この場合、ちょっと見づらいかな。緑色に明るくたくさんの線が見えているのが分かるかと思います。ね、これが、バリウムの、炎色反応のスペクトルということになります。これも、塩化バリウムが見えているということになります。あと、銅なんかの場合にも、また違います。これですね、だいぶ明るい緑色に見えてますけれども、右側の方に結構青い光も見えているのが分かるかと思います。こんな感じで、ものによって結構違うで、スペクトルも違っているのが分かるかと思います。あと、そうか、放酸も用意したんだな。放素もちょっと出してみましょうか。放素これです。放酸ですね。放酸の水溶液ですが、見づらいかな。だいぶ見づらいかもしれない。ちょっとスペクトルに緑に見えてるんですけどね、ちょっとだいぶ見づらいけど、ちょっと緑の線が2本、ナトリウムのところの右に見えているのがわからないでしょうか。はい。ね、見えてますよね。そんな感じで、いろいろ見えています。で、見えました。で、これ、炎色反応、じゃあこれどういうふうに役立つのかっていうふうなことが気になるかもしれませんが、例えば分析科学なんかいろいろこう世の中いろんなところで元素の分析やってることがあります。で、そういう場合に、これ炎を用意してあげて、そこに
なんですかね、こうさっきみたいに霧状にして元素、資料を入れてあげると、そこから光が出てくるので、そういうものを見るの強さを測ると、そこにどれくらい入っているのか分かるという、そういう、原子発光分析みたいなことをやられたりすることもありますし、もっと、これ、ガスバーナーだと2、3000度くらいかもしれませんが、もっと温度を上げて、1万度くらいに温度を上げて、本当に原子バラバラにしてしまって、どれくらい入っているか見るみたいな、そういう方法もあります。あと、炎色反応。ちょっとこんな感じの、キャンドルを売っているようなこともありますね。こうキャンドル、ちょっとここに用意してみました。いろんな色の違う色の炎が出るような、そんなキャンドルも売られています。そういうものだとねですね、ほら、ものによって、ね、キャンドルによって色が違ってたりしますよね。そういうものも、見えたりします。これ今、ここのキャンドルをこう今分光器に入れてますけど、こうさっきと同じように炎色反応見えてますよね。これちょっとひょっとすると酵素とかかもしれないとかですね、ものによってはこう銅が見えてたりですね、あとリチウムが見えていたり、ここでナトリウムが見えていたり、あとリチウム左の方に赤く見えてますね。リチウムが見えたりします。でそんな感じでいろんな、役立て方してますけれども、もっと有名な、役立て方あります。と思ったんだけど、せっかくなんで、カルシウム、これでしたね。で、ストロンチウム、この辺に見えているのが、塩化ストロンチウムですね。この辺が確か、水酸化ストロンチウムで、ここ確か原子のストロンチウムだと思います。で、バリウムもこんな感じで塩化バリウムがたくさん見えていて、どうも塩化銅がこうやって光ってます。で、花火もやっぱしこうやって炎色反応でこういういろんな色を出しています。緑とかですね、青とか赤とかいろんな、色がありますけれども、基本的にはものの本によるとですね、ストロンチウム、ナトリウム、あとバリウム、銅、あとカルシウムあたりで、花火のスペクトルはできているんだそうです。で、実はですね、今日、花火用意しました。ほら、こんな感じで用意しました。で、花火用意しまして、で、ここにドラム缶を用意しましてですね、この中に花火を突っ込んで、でそこで火を焚いてですね、分光器で、お見せしようと、最初はちょっと思ったんですけれども、これ、花火って結構煙が出るんです。煙が出て、ここでやってしまうと火災報知器になって大変になってしまうということでですね、動画にしました。ちゃんと煙の影響がないところをちゃんと撮ってですね、動画にしてみました。で、これ、実際に使ったのはこの20変色ってやつで、いろんなスキー場の花火が出るととも時間とともにいろんな色に変わるってタイプの、花火売られてたので買ってみました。で、こんな感じのやつですね。で、やっぱりドラム缶の中に突っ込んで、ここに分光器を用意してました。あと、せっかくなんでってことで、ちゃんとした分光器でも測定をしています。で、ここに花火を突っ込んでですね、で、それで実際の花火のスペクトルを撮影しましたので、どうぞご覧ください。動画でご覧いただきたいと思います。はい、ということで花火のスペクトルになりますけれども、ここで火を今つけています。火をつけてますね。はい、ハイエンスになるところでやってますけれども、まずは火をつけると、花火がこう出てきます。で、見ての通り、まず最初にナトリウムとバリウムのスペクトルがよく見えてます。緑色のスペクトルがよく見えてますね。黄緑になってたところに、今度は色が赤く変わりました。ストロンチウムが出てるのと、右端に銅も見えているのが分かるかと思います。青くなりました。青は結構銅が光っているということが分かるかと思います。
で、今度はまた赤っぽくなって、いろいろこう、ストロンチウムとか、今バリウムですかね、そんな感じで、いろいろな元素の炎色反応が見えているのが分かるかと思います。これだとバリウムと銅と一緒に光ってますよね。で、またナトリウムがメインで光っています。で、またバリウムがここに加わって緑色っぽく見えてますね。で、ここでカルシウムのスペクトルが出てきました。ちょっとオレンジ色っぽくなっているかと思います。で、またオレンジでもナトリウムに戻っていますね。で、またバリウムと銅が出て、で、ナトリウムに戻って、これ20変色花火なんでいろいろ色変わるんですよね。で、バリウムが出てますね。で、今どうですかね。はい。で、バリウムがまた出ていてですね、光っているのがわかるかと思います。で、またナトリウムですね。ナトリウムがオレンジ色に光っているかと思いますね。で、これ最後の方は確か、火花が出てるんですけど、この時、右端にですね、400ナノメートルのところに、ちょっとピコッと出てますが、これカリウムですね。カリウムのピーク。分光器だと、このカメラだと見えないんですが、分光器でちゃんと測ると、カリウムのスペクトルもちゃんと見ることができます。ということで、この花火結構、燃える時間長くて、2分くらい燃えるんですよね。2分以上燃えたかもしれません。そんな感じで、花火ってやっぱし、さっき出てきたですね、リチウムじゃない、ナトリウムとか、あとストロンチウム、銅、あとバリウム、あとカルシウムあたりでこういろんな色が出せているということが分かったかと思います。はい、といったところで、本日の、ライブショー、この辺で、終わりにしたいと思います。毎週土曜日、こうやって、科学ライブショーユニバースやっております。毎週、人によって話す内容も違ってますし、そろそろ、診断ドームの方も再開できればいいなと思っております。また、機会がありましたら、土曜日にこうやって見ていただければと思います。本日はありがとうございました。